はい、こんにちは。こんにちは。三木鈴木の金山です。鈴木の大輝です。はい。はい。前回のね、告知通り、今回はベースにですね、はい。潜入しようかなとは思ってるんですけども、はい。その前になんかね、雰囲気がちょっと違うと思うんですけども、はい。これ見ての通り、実は前回ご紹介してた通り、三木鈴木の加藤店ですね、加藤の下滝の、134の2というところに、新しく、加藤店オープンしてます。で、播磨中央公園の、東前になりますかね。で、349号線沿いになりますけども、こちらも基本的にちょっとスピード系を重点的にさせていただこうかなと思ってます。もちろんリフトも併設してますのでね、整備関係もできますという形になっておりますけども。で、今、今日ここですけど、ベース行きますよね。ベース2機ですよね。はい。どうするんですか？パッと行きます。パッと、じゃあ今から飛べる感じですか？行きます。じゃあもう、飛んでいただきましょう。じゃあ、お願いします。じゃあ潜入してきますのでお願いします。お願いします。はい、ではやってまいりました、ウィードベース、ということでこちらの店長を呼んでみたいと思います。松井店長。はい、ウィードベース店長の松井デラートです。ウィードベースではですね、三木鈴木や、ウィード本店のお車を、主にカスタム、整備、塗装、板金全て行っている自社工場なんですけど、三木鈴木さんの方はですね、主に塗装の方を、担当させていただいてます。はい、それでは、三木鈴木オリジナルハスラーの、ルーフペイントの紹介に行きたいと思います。はい、それでは今回はオリジナルハスラーの屋根をちょっと塗装するんですけど、その工程として、まずは研いでからでマスキングっていうところに、塗るとこ以外をちょっと保護するんですけど、そういう工程があって、で塗装で最後にちょっとゴミとか、噛んだりするので、磨いたりとかするっていう工程がありまして、じゃあ今の段階がもう研ぎとマスキングが終わってる状態なので、ちょっと見ていきましょう。はい、すごいですね。これ結構綺麗にマスキングされてるんですけど、この辺とか、ここが一応ツートンのラインになってまして、この今ちょっと分かりますかね、研いでてツヤがなくなってるんですけど、この状態で色を塗っていきます。中とか分かりにくいんですけどね、この室内にもミストって言って塗装の細かい粒が入ってしまうので、中も綺麗にマスキングしてます。結構大変な工程なので、だいたいそうですね、かかりきりでも3時間ぐらい、全体的にこれの下処理までで半日ぐらいかけてさせてもらってます。で、結構細かくやってるんですけど、これマスキングだけじゃなくて、こういうフロントガラスのモールとかの隙間に、トリムテープっていうものを使ってゴムをちょっと下げて、粘着がない面を上にして貼らせてもらってるんですけど、塗料がこの隙間まで入って剥がれにくくなるように、そういうこともちょっとマスキング以外でも細かくさせてもらってます。で、あと案外塗料っていうのがこう塗ると舞うんですよね。なので、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、この、前もそうなんですけど、タイヤのところとか結構もうしっかりとマスキング、かけさせてもらってて、極力車内だったりとか車にミストが飛ばないように、しっかりとさせてもらってます。はい、今回ハスラーの屋根に塗る、塗料というか色なんですけど、まず色の、名前っていうかね、レクサスのワインレッド、ちょっとこだわってさせてもらってまして、それが 3R1 っていう色なんですけど、それがこの3つの塗料で、作られます。まず下色のこのちょっとオレンジみたいな色を入れさせてもらって、でパールが入ったこういうちょっとワインレッドを入れさせてもらって、でクリアですね。で一応、一つの色が仕上がるというところになってますので、実際にちょっと塗ってるとこ見てみましょう。はい、じゃあ塗装の前になんですけど、今ちょっとやってもらってるんですけど、シリコンオフって言って、汚れとか油分とかついてると弾いちゃうんで、あと静電気とかを取っていただいてる作業になる。であとこれ終わったら
エアブローって言ってホコリを飛ばしてで塗装に入ります。じゃあ今から塗り始まるみたいなんか始まってますねどうぞ。これがさっき説明してた一つ目の色ですね。下色入れていってます。はい、じゃあ、これ下色が塗れたんですけど、実はこれで終わりじゃなくてまだもう一回塗ります。あと色が止まるまでというかちょっと回数変わる時あるんですけど、1回だけじゃなくて結構しっかりと何回か塗らせてもらったりします。であとは季節に応じて塗料の、成分だったりとか配合する、割合とかも変わってくるので、またちょっと、あと上塗りもまだちょっと何回か塗るんですけどね、ちょっとその辺の工程を職人さんにやってもらいたいと思います。はい、じゃあ下塗りがね結構綺麗に、しっかりと色入ってるので、ここから上塗りの方入っていきたいと思います。俺こうやってまじまじと見るの初めてかもしれない。ロッカーコーヒーみたいな感じですね。ああ、なるほど。上塗り4回ぐらいですか。裏取りも合わせたら4回5回かな。4、5回ね。4、5回みたいです。はい。綺麗ですね。はい。じゃあ今4回目塗ってるとこなんですけど、なんでこんだけ回数を塗り重ねるかっていうと、あんまり塗木が薄すぎると下色が出てきてやっぱ思い通りの色にならないっていうところがあるので、回数は変わることもあるんですけど、しっかりと色が止まるまで塗装させてもらってます。で、あんまり塗りすぎるのも良くなくて仕上がりが綺麗にならないので、職人の目でしっかりと人の目で見て綺麗な状態で、仕上げさせてもらってます。はい、上塗りの最終が終わりまして、結構綺麗にこの隙間とかにも色が入って、しっかりと色も止まってますね。で、今こうやって見てもらったらツヤがないように見えるんですけど、ここに最終クリアをかけてツヤを出していくんですけど、そのクリアもツヤ消しクリアとかもあって、こういうちょっとマットな質感が好きな方のためのそういうクリアもあるので、その辺はお好みでやることができます。はい、じゃあ最終のクリアを塗っていってもらいたいと思うので、これでもその前にちょっとマスキングしてるところ見てもらったら分かると思うんですけど、結構やっぱり色がついてるのが分かりますね。だからやっぱりしっかりとマスキングをしてないとボディとか、いろんなところにミストが入って塗料がついてしまうので、結構やっぱマスキングっていうのは大事です。はい、じゃあクリアの方見ていきましょう。はい、じゃあ一応これで塗装の工程が全て終わりまして、一応これで完成なんですけど、塗装に関してはこれで終わりじゃなくて、ゴミとかがやっぱりちょっとついてくるので、そういうものを、磨いて、最終バフって言ってこう綺麗に肌を鳴らすんですけど、そういう施工をして完成となります。じゃあちょっと完成した姿を見てみましょう。はい、ということで、全工程が終わったハスラーです。ドーンって感じで、ね、すごい綺麗な仕上がりになってますね。最終クリア拭いた時でも綺麗かったんですけど、そこからさらに磨き込んで綺麗な状態に持っていってます。
で一応この塗装なんですけど、本当にメーカーの塗装にも負けないぐらい、綺麗な仕上がりになっているのと、あとは一応屋根とかだと火が当たりやすくて焼きやすいので、色落ちがしやすいですかとか聞かれるんですけど、初め、真っ赤っかの車とかメーカーで仕上がってくる車と同じように色あせはしてしまうんですけど、でもしっかりクリアとかかけてますので、その辺は通常よりも強いかなとは思います。で今はこの赤でやらせてもらったんですけど、これ以外にも例えば水色とかピンクとかいろんな色ができますので、ぜひご相談いただけたらなと思います。はい、ということでお疲れ様でした。一応全工程が終わってハスラーの三木鈴木オリジナルハスラーの、屋根の塗装の工程を全部公開させてもらったんですけど、結構色とか工程とか、そういう細かい作業とか全部こだわってやってるので、結構メーカーの塗装とかより弱いんじゃないかとか言われるんですけど、そこは安心してもらって大丈夫です。で工程的にはやっぱりかかりきりでもやり始めてから終わるまでやっぱ3日ぐらいは少なくともかかるので、お客さんにいただく日数は他の予定もあるので、もう少し長くはなってくるとは思うんですけど、しっかりした内容になってますので、待っていただけたらなと思います。で、ちなみにこのベースにも YouTube チャンネルがあるみたいなんですけど、はい、ウィードベースチャンネルはですね、主に今回紹介してもらったように、塗装でカスタム、板金、整備の方の内容を細かく説明していっている動画になります。ぜひ概要欄にも貼ってますのでご覧ください。お願いします。お願いします。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。次回の予告は今回屋根を塗ったハスラーを三木鈴木仕様に完成させていきたいと思います。お楽しみに。